自動車メーカーを転職して大手一金属メーカーでデータ解析をしながら趣味で動画を作っているバレーボール大好きアラフォーの私京介がお送りいたします。今回ご紹介するのは、引田義明さんが執筆した博報堂クリエイティブプロデューサーが明かす質問力って実は仕事を有利に進める最強のスキルなんです。皆さんこんな経験はないですか？会議で話すのがめちゃくちゃ上手。言葉もスラスラと出てくる。でも実際に仕事をしてみると、この人なんかやりづらいなとか、話は上手いけど、あんまり会話する気にならないなってことないですか？逆にスピーチでは少し詰まったり、流暢ではないけど、なぜかめちゃくちゃ話しやすい人もいますよね。これ一体何が違うと思いますか？それはズバリ質問力の違いなんです。実は口が達者な人ほど質問をせずにスラスラとですね、説明してしまうことが多いんですよ。こういう時って聞いてる側はへーすごいなーと思うだけで、実際は何も頭の中に入ってないことが多いんですよ。皆さんもそういう経験ないですか？でも質問上手な人は相手に質問を投げかけながら考える余地を与えるんですね。そうすることで相手の反応を見ながら会話を進めることができるんです。面接に立ち会った人ならわかるかもしれませんが、面接ではめちゃくちゃ優秀に見えたのに、実際に働かせてみたら全然ダメだったってことないですか？これもしかすると質問力を測れていなかったからかもしれません。この質問力を身につけると何がいいんでしょうか？それは自分以外の人と協力してビジネスができるようになることなんですよ。一人ではできる仕事の量は限られますからね。ここで皆さんに質問なんですが、会話した後でめちゃくちゃ話しやすかったなって気持ちになったことありませんか？でも実際に一番得をしているのは実は質問をした側なんですよ。それはなぜかというと、質問をすることで主導権を握れるし、相手に考えさせることで自分がですね、欲しい情報を引き出せるからなんです。質問をするのが上手い人って相手のですね、鎧をスルッと脱がせて本音を引き出しやすくすることができるんですよ。ここでまた質問です。あなたは普段の会話で意識的に質問をしていますか？スピーチ力を磨くとか雑談力を磨くとかは話題になっているかもしれませんけど、この質問力を磨くって意外に意識してない方も多いのではないでしょうか。ということで今回は質問力を上げるための具体的な方法について話していきます。皆さんもぜひ質問上手になるための第一歩を踏み出してくださいね。さあ、それでは本題に入っていきましょう。今回はこの本の内容を分かりやすく説明するためにストーリー形式にしていました。もう一人の方もお呼びしますね。営業職を担当している田中さんです。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今回の動画の構成はこのようになっております。一つ目、自分の質問力を磨く。二つ目、質問の3つの型をマスターするです。それではご覧ください。田中さん、お疲れ様です。今日はですね、質問する力を爆上げする方法について話したいんですよ。田中さん、普段仕事ではよく質問されますか？いや、正直あまりしないですね。お客様とよく会話をすることはあるのですが、商品の良さを伝えたいって思っちゃうとどうしても熱くなっちゃって。なるほど。お客様に商品の良さを伝えるのはこれものすごく大切かもしれませんが、それよりももっと大切なのは、お客様がどんなことに課題を抱えているかをしっかりと把握することなんですよ。そのために必要なのがこの質問力なんです。おっしゃる通りですね。しかし、質問する時のポイントってあったりするんでしょうか？質問する前にすごく大切なことがあるんです。実は質問っていうのは相手を理解したいという欲望から来るんですよ。例えば好きな人のことならこれ何でも知りたいって思いませんか？確かに自分が好意を持っている人ならそうかもしれませんが、相手に興味がなかったら質問も湧かないですよね。まさにそこがポイントなんですよ。実は質問力が上がってくると相手に対する興味も湧いてくるようになるんです。逆に質問力がないと相手に興味も湧かなくなってしまうんですよ。なるほど。だから質問力が大切なんですね。でもその質問力を上げるのはどうすればいいのでしょうか？いきなりお客さんとの会話の中で鍛えるというのはちょっとハードルが高いかもです。そうですよね。いきなり質問するのは難しいですよね。だからまずは自問自答の練習がおすすめなんですよ。例えば今日の会議で分からなかったことやなんとなく曖昧だったことをメモに書き出してみるんです。携帯のメモ帳でもノートでも構いません。疑問に思ったことをその時にメモしてください。そして文頭にハテナをつけてクエスチョンメモを作るんです。クエスチョンメモですか？はい。メモは仕事だけじゃなくて、これ日常のことでも何でもいいんですよ。例えば、スーパーのレジ、なんで並ぶ列が違うのに会計の速さが違うんだろうとか、自販機のボタンってなんであの配置なんだろうとか、朝の通勤ラッシュって
人がぶつかりそうになるのになんでぶつからないんだろうみたいな感じです。こうやって日常の中にハテナをつけられるようになると質問をする癖がついてくるんですよ。実は人間の脳ってなるべく使わないように節約しようとしちゃうんです。だからこうやって普段から意識的に使ってあげることで脳が活性化して質問力が向上するというわけなんです。すごいですね。疑問をメモするだけならできそうな気がします。いいですね。さらにレベルアップするなら夜にそのメモを見返すといいんですよ。見返してみると、あれこんなことに疑問を抱いてたのか。これはググればすぐにわかるよなとか、この質問はすごく深いなとか、自分の質問力がどれぐらいなのかを冷静に確認することができるんですよね。なるほど。今ちょっと考えてみたんですけど、どうして私って質問力弱いんだろうとか、どうして自分は営業成績が低いんだろうみたいに、どうしてって問いすぎると、結論は私がダメだからみたいにネガティブになりませんか？いい視点ですね。だからこそ Why と How を使い分けるんです。例えば Why を使ってどうして失敗したんだろうって考えると自分がダメだからみたいになりがちじゃないですか。でも How を使ってどうすればうまくいったんだろうって考えると改善策をですね考えられるんですよ。ああ、なるほど。確かに。どうすればの方が前向きになれそうですね。そうなんです。Why を使えば分析ができるし、How を使えば問題解決ができるということなんですね。これ時と場合で質問の仕方を工夫することも大切なんですよ。よし、まずはクエスチョンメモから始めてみます。めちゃくちゃいいですね。これ絶対質問力上がりますよ。質問力を鍛えるために、まずは自問自答することが大切なことは分かりました。でも、実際に質問をするときには、どんな聞き方をすればいいんでしょうか？実はですね、質問にも型があるんですよ。これ適当に聞くよりも、この3つのポイントを押さえれば、相手から的確な答えを引き出せるようになります。3つのポイントとは何でしょうか？はい。1つ目のポイントは、主語を私からあなたに変える。2つ目のポイントは、縦型で深掘りする。3つ目のポイントは、現実と理想のギャップを質問するです。この3つを意識するだけで会話の質がぐっと上がります。なるほど。1つ目の主語を変えるってどういうことですか？はい。単にどう思いますかと聞くよりも、私は〇〇と感じました。あなたはどう感じましたかと、自分が感じたことを最初に伝えてから質問するのがこれポイントなんですね。これだけで、この人は自分の考えをオープンにする人なんだな、なんか話しやすいなっていう印象を与えられるんですよ。例えばお客様に業務管理に Excel を使っているのですね。私も普段の業務で Excel を使うことがあるんですが、結構大変な作業ですよね。お客様はどう感じていらっしゃいますかと聞くと、お客様も話しやすくなると思いませんか？確かに、いきなり業務管理で Excel 使うのって大変ですよね。と聞かれるよりも、先に共感してもらった方が話しやすい気がします。そうですよね。相手もこの人は分かってくれていると感じるので、これ自然とですね、本音を話しやすくなるんですよ。なるほど。じゃあ、次のポイントは何でしょうか？二つ目は縦型で深掘りすることです。一つのテーマをどんどん深掘りしていくんですね。でもこれはビジネスの話題に限ったことじゃないんですよ。例えばお客様が何気なく最近子供がサッカーを始めたんですよって言ってきたとします。これをスルーせずに、そうなんですね。サッカーをやるって決めたきっかけは何だったんですかとか、今はどんなポジションでプレーしてるんですかとか、試合とか見に行くことがあるんですかとか、こう深掘りしていくんですよ。こうやって何気ない雑談からでも話を広げていくと、この人自分の話に興味を持ってくれてるんだなと感じてもらいやすくなるんです。結果として相手との関係が深まってビジネスの話もスムーズに進みやすくなるんですよ。なるほど。深掘りって単にビジネスの課題を聞き出すためじゃなくて、相手に興味を持ってもらうためにも使えるんですね。クエスチョンメモで質問をする癖をつけておけば、こういう何気ない雑談から質問が生まれそうです。その通りです。では最後のポイントに行きますね。3つ目は現実と理想のギャップを質問することです。ここでのポイントは相手に自らギャップを気づかせることなんです。自ら気づかせるとはどういうことでしょうか？例えばいきなり理想はどうですかと聞いても、相手は自分が今どこにいるのかを意識できてないので、このギャップがわからないんですよ。だからまずは今の状況をどう思いますかと、これ現実を整理してもらうんです。そしてその後に理想の状態はどんな形ですかというようにこれ未来を聞くんですね。最後に、じゃあその差をどうやって埋めていきますかとこう問いかけるんですよ。この流れで聞くと相手は自分で、そういえば今と理想の間にこれだけの差があるんだなというふうにこう気づくんですよ。なるほど。つまり今の状況を意識してもらってから理想を聞くことで、自然とギャップを感じさせるってことですね。
そうなんです。例えば、現在の業務管理ではどんな課題がありますかと聞いて、次に理想の形はどんなものだと思いますかというふうに尋ねるんですね。そして最後に、その差を埋めるために何が必要だと思いますかと聞くんです。こうすると相手も確かにこういうふうにできればいいなというふうに具体的に考え始めるんですよ。確かに。ただ、どうしたいですかって聞かれても、漠然としてて答えにくいですもんね。まず現状を整理して、その後に理想を聞くと、違いが明確になりそうですね。そうなんです。このギャップを意識させられれば、その課題を解決するための説明もしやすくなりますよね。お客様の聞く姿勢も変わってくると思いますよ。ありがとうございました。どれも専門的な知識はいらないものだったので、すぐに実践できそうです。よし、まずは今日からクエスチョンメモを試します。お客様との会話でも、質問の3つの型を意識したいと思います。はい。頑張ってみてくださいね。はい。ということでいかがでしたでしょうか。質問力を高めるための秘訣は、相手に興味を持つことっていうのが私的には一番大切なことだと思いました。でも普段からいちいち相手に興味持てないよという方も多いかもしれません。そのためにまずはクエスチョンメモで自分の疑問に気づき、興味を持つことがポイントだとこの本は教えてくれました。クエスチョンメモをすればするほど疑問が湧いてくるので、答えが知りたくなってくるんですよね。それって要するに知識を吸収したくなるってことなんですよ。この癖がつけば、誰と話すときも、この人ってどんな考えを持ってるのかな、この人から何を吸収できるかなって考えるようになるんですね。それって結果的に相手に興味を持ってることになるんですよ。質問力を身につければ、相手の知識を吸収できるし、相手にも興味を持ってもらえる。まさに一石二鳥の能力ですよね。そんな質問力の大切さが、この動画で伝わったらすごく嬉しいです。まあ参考になったかなという方は、ぜひいいねボタンを押していただけるととっても嬉しいです。時間があったら他の動画も見てあげてもいいよという方、ありがとうございます。チャンネル登録をしていただけると、最新の動画をお見逃しなく楽しんでいただけるかと思います。それではまた会いましょう。